Hey guys, welcome back to my channel. 僕の愛車紹介をしていきます。はい。ということで見ての通りですね。僕は981のケイマンに乗ってます。ということで車の本体の詳細からね、紹介していきたいと思います。フロントからこんな感じになってます。僕は981のボクスターの顔よりもケイマンの顔がね、すごい好みだったのでケイマンを選んだっていうのもあります。 GTS とか GT4 とかの顔が好きで、そういう感じのね雰囲気があったので、よりスポーティーなケイマンを選びました。斜めの感じはこんな感じです。僕はリアのこのタイヤの上のあたりのこのカエルっぽい感じのピョコってしてる感じがすごい好きです。横側はこんな感じです。純正のリアのスポイラーを取り外して車外のねスポイラー入れてるので、お尻の方がねクイッて上がってる感じの印象になってます。リアがこんな感じです。ベースのね 2.7 リッターのケイマンなんですけど、スポイラーをダックテールに変更してるのと GTS のテールライトをつけてるので、結構レーシーなねシュッとした印象にね変わってると思います。19インチのホイール履いてます。もともとねシルバーなんですけど、マットブラックっぽい感じの塗装をしてもらってます。結構オーダーするの大変でした。この色。車体の色はブラックです。メタリックも一切入ってないブラックが車体の色になってます。今映ってるところが僕が一番いじった箇所ですね。テールライト、もともとね真っ赤なテールライトついてるんですけど、 GTS のねテールライトを購入して後付けで自分で DIY をして取り付けました。ダックテールはね車外のダックテールです。これもねちゃんと塗装をお願いしたのでね、すごい本体の色と違和感ない感じで馴染むような塗装がね施されてます。めちゃくちゃ綺麗に塗装されてます。スポイラー上げるとこういう感じの印象になります。結構純正のものに比べて跳ね上がった感じの印象になるんで、だいぶダウンフォースが効いてるんじゃないかなっていう感じのスポイラーの形になってると思います。鍵はこういう感じでねキーデコしてます。全部シルバーで千鳥柄のキーホルダーをつけてます。かわいいよね。ベースグレードで 2.7 リッターの NA のモデルです。 NA なんでめちゃめちゃねいい音します。マジでこの車の音大好きです。GTS とかにねいつ乗り換えたいなとは思ってるんですけど、今はねこの車楽しんで毎回乗ってるんで、運転をねするのが毎回ワクワクしながら運転してます。この車のねエンジン音お届けしたいと思います。内装はこんな感じです。結構シンプルな内装になってます。シートとかもスタイリッシュなシートになってます。運転席目線はこんな感じです。こっち側三脚何個あるんだよって感じだよね。こんな感じで3連のメーターになってます。で、今の現在の走行距離は36,000キロです。この車が納車された時はこの下の数字が0だったので、納車されてからもう7000キロ、半年で7000キロぐらい運転してます。愛媛まで走ったのが結構だいぶ距離が伸びた感じしますね。ここにはですねスポーツクロノはついてないです。僕が探してる時に一人アドバイスしてくれた方がいて、スポーツクロノがついてると車のエンジンマウントが3万キロに1回ぐらい壊れるよ、両方交換するってなると両方で50万円ぐらいかかっちゃうよっていうので、ちょっと一旦スポーツクロノパッケージがついてない車体っていうのを探して購入するっていう感じにしました。ここのね感じもすごいいいですよね。スポーツモード、スポイラー上げるやつ。はい、ということでちょっとね外寒いんで、中でね僕がこの車を買った時のね金額と、購入方法、あとはいじったところの金額だったりとか、その他維持費とかをねちょっとお話ししていこうかなと思います。一番最初にこの車の金額がいくらだったかっていうとですね、買った時の本体の金額が
500万円ぴったりです。僕的には人生で一番高い買い物になった今のところ。これから多分更新していくと思うけど、現状では一番高い買い物になったかなっていう感じです。納車の時に必要なもろ費用、税金とかね、込み込みで520万円ぐらい、ちょっといろいろ納車前にやってもらうことがあったんで、それもいろいろ込みで、プラス20万乗っかって520万みたいな感じでこちらの車ね購入しました。皆さんが気になると思うこの車の買い方なんですけど、ローンを組みました。どういうローンかっていうとですね、シンプルな普通のローンを組みました。なので頭金を入れて、ローンを残りの分ローン組んで、5年で今設定してるっていう感じです。納車動画をね皆さんにねお届けしたと思うんですけど、この車を買ったのはトップランクさんっていう場所で購入させてもらったので、その時ねキャンペーン金利でローンの金利がめちゃくちゃ安かったんですよ。 1.7 とかでした。はい。で頭金僕は300万円入れました。一応ローン会社さんには400万円ぐらい借りれますよっていうことを言われてたんですけど、僕はちょうど現金があったのでローンの頭金として300万円入れて、月々の支払いを抑えてっていう感じにしてます。維持費みたいなところで、じゃあこの車を乗るのに月にいくら必要なのかっていうのをねちょっと計算していきたいなと思います。で僕の場合はローンがですね月々に3万4000円ぐらい、大体ですね3万4000円ぐらいです。駐車場代が、僕東京に住んでます。駐車場すごいいいところを見つけれて、2万4000円の駐車場に今車を止めてます。あとは保険ですね。僕は今23歳で、等級が低いので車両保険込みで20万円ぐらい、月割りで考えた場合に大体1ヶ月大体月1万8000円ぐらいか。ちょっと僕数学弱いんで合ってるかわかんないんですけど、大体そんぐらいかなっていう感じです。僕は月に最低で7万6000円ぐらいかかってます。でプラスアルファガソリン代だとかっていうところにもお金がかかってくるんで、走ったら走った分だけまた別でお金がかかってきますよっていう感じですね。なので所有するっていう面においたら税金とか入れてないんですけど、大体月7万6000円ぐらいですっていう感じです。気になるこのお車の燃費なんですけど、燃費結構聞かれること多いんですね。街乗りでだいたい6から8、悪い時だと5ぐらいいきますね。はい。もう渋滞とかに捕まると。高速でスポーツモードじゃなくてノーマルモードでコースティングって言って、そのアクセルオフとかで、コースティング使ったりとかするとだいたい14、15キロくらい走ります。高速だけだと結構走りますよね。はい。街乗りは最悪っていう感じなんですけど、結構走ると思いますって感じですかね。この車にかかるお金はそんな感じです。で僕の場合はリアウィングとホイールの塗装とタイヤ交換してるので、そこにもねお金がかかってます。でホイールの塗装が、結構綺麗な塗装をしてもらったので、15万円ぐらいで、リアのウィング込みでだいたい7万円ぐらいかなしました。はい。そうだ、あとテールライトも交換してるんで、テールライトも10万円ぐらいかかりましたっていう感じですね。最初はいじらないと思ってたんですけど、結局いじりたくなってだんだんちまちまいじってるっていうか、このステアリングも純正の普通のステアリング入ってるんですけど、ちょっとなんかステアリングが古臭いなっていうことで、718のステアリングをちょっと付け替えて内装でも楽しめたらいいなっていう感じで、ちょっと最近またステアリングを買ったので、それをね取り付けまたしたいなって思ってます。ということで僕の愛車紹介でした。また次回の動画でお会いしましょう。牧田でした。バイバイ。